今すぐに成長を感じたかったら絵の練習はしちゃダメです。ストップです。ストップ。じゃあ何すんだよっていうと、本番だけやってください。まず皆さん、絵が成長しない人ってどんな人だと思いますか？この全部をしっかりやってちゃんと絵を完成させ続けていれば効率よく絵が成長するはずです。皆さんこんにちは。お絵かきバーチャル YouTuber のやきまえるです。先日このような質問がありまして、初めてご連絡させていただきます。〇〇です。自分全く絵が上達せず不安になっています。今日も模写したり講座の動画を見て勉強したりしていましたが、成果を感じられませんでした。そのためペンを握るのがとても怖い状態です。絵を描くことは好きです。やる気はあります。何か試してみるといいことなど何でもいいのでご教示いただけませんでしょうか？ということで、基本僕は個別の質問にはお返事しないようにしているんですが、この質問の中の練習をしているのに成果が感じられないというのが気になりまして、多分同じ悩みを持っている方ってたくさんいるのかなと思ったんですよ。なので今回は早く絵が成長する方法をお伝えしていこうかなと思います。で、結論から言いますと、今すぐに成長を感じたかったら絵の練習はしちゃダメです。ストップです。ストップ。じゃあ何すんだよっていうと、本番だけやってください。はっばっかじゃねえの、その本番ができねえから練習すんだよって思う方いると思うんですが、違います。練習ってのは実はとっても効率が悪いんです。とは言っても僕が何を言いたいか全然わかんないと思いますので、今回は本番だけやるとなんで効率がいいのかっていうお話と、具体的にどう本番をやっていけば絵が上手くなるのかっていう話をしていきたいと思います。ぜひ最後まで見ていってください。まずはじめに、なんで本番だけやると効率が良いのかっていうお話をしたいと思います。これには2つの理由がありまして、まず1つ目は成長が早いです。もう1つは無駄が少ないんです。まずはじめに成長の速さについてなんですが、皆さん学校で勉強してたりしてきたりしてると思うんですけど、例えば英語ですと英単語や英熟語を覚えないと英語で話したり読んだりできるようにならないじゃないですか。じゃあなんとなく英語喋れたらいいし英単語覚えようって思って英単語を覚えるのと、突然ですがこれから1年間海外暮らしですっていう状況になるの、どっちの方が英単語を覚えますかっていうのと同じなんです。当たり前ですが海外で暮らしてた方が覚えますよね。本番の方が人は必死にそれを身につけようとするんですよ。で、これは絵でも同じだと思っています。なんとなく木を描く練習をしていても、木を描くのっていつかなーって感じの状態だと一生懸命描かないし、身につけようっていう気持ちも少なくなっちゃうんで非常に効率が悪いんです。それよりも木陰で休んでる女の子のイラストを描く時の方が木を一生懸命描くと思います。その時にうまく描けなくて木の描き方を調べたら絶対に身につけるぞって気持ちで集中して本気で学ぶと思うんです。このようにただ練習するよりも目の前に本番があった方がすごい吸収力が発揮されるんですよ。だから練習せず本番だけしてた方が成長が早いんです。次に無駄が少ない理由についてお伝えしたいと思います。ちょっと話がそれるんですが、実は僕昔管弦楽部で日本一を取ったことがありまして、その時僕はバイオリンを弾いていたんですよ。しかも人生で初めてバイオリンを弾いたんですね。その時の練習方法なんですが、初めてバイオリンを弾くんですよ。普通はドレミファソラシドとかね、音階の練習とかから始まってドレミとかのバイオリン入門曲から始めちゃうと思うんですね。あとは長くドーって弾き続ける基礎練習とか音符や記号の読み方の基礎知識の勉強とかから始める人が多いと思います。でも部活なんですぐに弾けるようにならないと大会に間に合わないわけですよ。そしたらですね、日本一を取れる部活の顧問の先生はどう子供たちに身につけさせるのかっていうことなんですが、例えばベートーベンの運命っていう曲で大会に出るんだったら、もうね、最初からじゃ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 ーんですよ。他はね、なんもしない。もうしょっぱなからじゃ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 ーんって弾けって言われました。バイオリンなんて構えて決まった位置に指を置いて弓を動かしゃ弾けるんだから弾けって感じです。もちろんギギギギー
って言うんですけど、それでもとにかくじゃ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 ーんからね始めました。これすごいのがね、それでも曲になるんですよ。でこれこそが部活という少ない期間で日本一の演奏レベルになるための練習方法なんだなって僕はあの時実感しました。でこれが不思議なことに、最初ベートーベンの運命しか弾いてないのに、気づいたら他の曲も弾けるようになっているんですよ。で僕はこれも絵でも一緒だと思っています。素敵な風景の絵を描きたかったら最初から素敵な風景の絵を描けばいいんですよ。可愛いセクシーな女の子の絵を描きたいんだったら可愛いセクシーな女の子を最初から描けばいいんですよ。もちろん最初は僕のバイオリンみたいにギギギギって感じでクッソみたいな絵しか描けないかもしれない。それでも先ほどお伝えしたように目の前でやることなんで自分の吸収力も高いですし、無理をしてる分成長はめちゃくちゃ早いです。そして何より無駄が少ないですので、最速で成長を感じたいんだったら練習はしないで本番だけすることを僕はおすすめします。じゃあただ本番だけやってればいいのかっていうと、実はそうではなくて本番のやり方にもコツがあるので、ここからはそのコツについてお話ししたいと思います。じゃあ本番としてイラスト作品を作るとして、その上で大切なことがあります。それは課題を設定して課題について調べながら描くことです。これをやらないといくら絵を描いても全然成長しません。まず皆さん、絵が成長しない人ってどんな人だと思いますか？これね、僕は手癖で描けるものしか描かない人、そしてうまく描けなくても一切勉強しないで完成にしちゃう人、こういう人が絵が成長しないと思っています。よくいっぱいこの人絵描いてるのにいつまで経っても下手なままだなっていう人は大抵こういう人だと思います。じゃあ絵が早く成長する人ってどんな人かって言いますと、自分の描けないものにチャレンジできる。そして描けないものについては写真や実物を見たり描き方をネットや本を買って調べることができる人だと思います。具体的にお見せしていきますね。例えば、よし、じゃあ練習じゃなくて絵を描くぞと思って温泉に入っている女の子を描くことにしたとします。でも自分は右向きの絵しか描けないし、手を描くのって苦手なんだよな、背景も苦手みたいな感じだったとします。ここで絵が成長しない人は描けるものしか描かないんですよ。例えばこんな感じで肩から上だけの右向きのキャラクターを描いて、水はうまく描けないからただの水色でいいかな、空はまあもう描けないから描かなくていいやとかね、こんな風に不得意なものから逃げたり完成をサボったりするわけですよ。これをやってると成長しにくいです。ではどんな絵を描けば成長するのか。例えばこんな感じです。普段描かない正面向きにチャレンジしよう。頬杖をつかせてみよう。岩と水面と後ろの草と竹の壁ぐらいは描いてみよう。満月と星空を描いてみよう。こんな感じで自分の苦手なものや描けないもの、描いたことないものを描くようにすることが大切なんです。この時気をつけなきゃいけないのはやりすぎないことです。課題設定があまりにも多すぎると本当に完成しなくなっちゃうので、頑張ればなんとか完成できるぐらいの課題を設定すると良いと思います。一個勘違いしないでほしいのは、もちろんもう絵が上手い人が戦略的に描き慣れた絵をとにかくたくさん描いて Twitter のフォロワー増やすとかいうのをねやってるのは全然いいことだと思います。それはもうそういう戦略なんで。でも絵が成長したいと思っているなら同じものばっか描いてたらダメです。チャレンジしていきましょう。そしてね、チャレンジするだけじゃいけません。描けないものについては絶対に写真や実物を見たり描き方をネットや本を買って調べて描くようにしてください。この温泉に入っている女の子の場合で具体的に話していきます。まず頬杖については自分で写真を撮ってどんな手の形になるのか見る、真似するです。次に正面顔や岩や水面や星空や竹の壁については本やネットで描き方を調べる。また写真を検索して真似をしましょう。検索して出てきた写真とかって見て描いていいのっていう方いると思うんですけど、トレスとかはしちゃダメです。でも参考として見る分なら全然 OK です。できる限り本物を見て描いていきましょう。次に星空や月に関してなんですが、これですね、多分
分ネットで調べれば商用利用可のフリー素材が多分見つかるので、それを使うっていうのも手です。別に何でもかんでも描かなきゃいけないわけじゃないんですよ。空の絵なんて最悪商用利用可のフリー写真とか持ってきてそのまま貼っつけちゃってもいいですからね。それじゃ絵上手くなんないじゃんって思うかもしれないんですけど、それだって一つの絵の技法です。素敵な絵を描きたいんだったら、その目的のためにね、手段は選んでられないんじゃないかなって思います。で、これそもそもになっちゃうんですけど、温泉の風景ってどんなものなのか、写真や実物を見て絶対に学びましょう。別に温泉の写真とかいっぱいネットで探せばあるんで、温泉の風景ってどんなものが置いてあるんだろう、どんな小物が設置されてるんだろう、どんな間取りになってるんだろうみたいなのをしっかりと見て、自分の気づいてないことに気づいていくといいと思います。絶対に想像だけで描かないようにしましょう。で、こういう内容が調べるってことです。ということで、本番の絵を描くコツなんですが、繰り返しになりますが、描けるものだけ描いたり調べることをしないで適当なまま絵を完成させちゃう人はいつまで経っても絵がほとんど上手くなりません。反対に自分でちゃんと課題を設定し、課題に対して調べたり勉強する。これができる人はすごい勢いで成長します。自分の苦手なものにちゃんと立ち向かい、そして乗り越えていく。これが成長するコツだと思います。ということで、今回のまとめです。早く成長したければ練習はするな。本番だけしよう。そして本番をやるときは課題を設定する。そして課題について調べながら書くことが大切です。この全部をしっかりやって毎回ちゃんと絵を完成させ続けていれば効率よく絵が成長するはずです。で、一応お伝えしたいのが、練習は悪いと言っているわけではありません。基礎練習をすることで絵が安定するとか、いろんなものを悩まずに描けるようになるとか、質が上がるとか、もちろんメリットはあると思います。でもこれって身につけたいものがあって目的意識を持ってやる練習ならいいんですよ。そうじゃなくて練習すること自体が目的になっちゃってる練習はダメなんです。例えば僕だったら毎回絵を描くときにそのポーズの格好をして写真撮って写真見ながら絵を描いたりするんですが、それだとね、絵を描くスピードが遅いなーっていう悩みがあったり、あとは柔らかい肉感がうまく描けないなーとか、ムキムキの男性がささっと描けたらいいのになーとかね、思うわけですよ。そしたらその解決策としてクロッキーとかワンドロをやればいいと思います。模写とかもそうです。サラサラの紙が描きたいなーと思った時に、その描き方を身につけるためにサラサラの紙の絵を模写する。絵柄が自分は古いんだよなーって悩んでいたら、最近の絵柄を身につけるために模写をする。それだったら OK なんです。あくまで具体的に身につけたいものができて、その解決策として練習するんです。漠然と絵が上手くなりたいから練習する、模写をする、クロッキーをする、ワンドロするっていうのはおすすめしません。で、個人的にはそういう細かい身につけたい部分っていうのが出てくるのはある程度絵が描けるようになってからの方が多いと思うんです。まだ超初心者レベルの人はその段階じゃないと思うんですよね。なのでまずはガンガン本番をやってどんどん成長して超初心者レベルをさっさと抜け出しちゃうことを僕はおすすめします。こんなこと言っている僕ですが、今も絵を描くときは毎回勉強ですよ、勉強。何も調べずに描くことなんてほとんどありません。これはね、今も昔も変わらない。もうどっちかっていうとね、今の方がいっぱい調べて絵を描いてる気がします。苦手なことややったことないことにもどんどんチャレンジするようにしています。ですので皆さん一緒に頑張っていきましょう。ということで、絵の練習はしちゃダメ、最速で成長する方法でした。ヤキマエルのお絵かきチャンネルではお絵かき関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。高評価も押してくれると制作の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。では。